やばい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 クリニックということで本日もやってきました。いやジャンプいいねんけどさ、なんでやばいクリニックってそんなことなんか2冊2人で持ってくる意味あんのこれはい、ジャンプ23号ということでですね、はい、なんと先週合併号ということで、はい、実質ワンピースお預け食らってたんですけども、待ってたよー、そう待ってたよねって感じで、はい、ということで今回もやっていきますか。はい、すごかったよね。そう今日はワンピース1012話渦。まず渦ってどういうこと？それ俺もめっちゃ思ってんね。なんで渦なんてこれ読んでも分からんかってんな。一応その渦っていうのは本編中にヤマトがうずうずしてるところがあるんで、そういうところから来てるのかなと思ったけど、なんかそういう擬音語っていうのはこういうのだけでなんかつけるの珍しいなって、まあ確かにねっていう感じがしました。そうですね。はい、じゃあどうする？じゃあ本編行きたいんだけども、今週ってあんまり、2週間休んだ割にはストーリー進まなかったじゃないですか。そうね。そうだからちょっと小田先生の中にもどうしても書いとかなきゃいけない場面だと思うんで、今回あると思うんですけども、それぞれ気になったところを1個ずつ発表するとこから本編スタートする。はい。じゃあ東也君の一番気になったところどこ？はい、僕気になったっていうか今週一番尊いなと思ったポイントなんですけど、尊いポイント、それがですね、ゾロ3時なんですよね。このゾロがもうなんかミイラの十字架みたいになってる時がありますけど、これめっちゃいい。これで寝てるんすよ。そうなんだかんだ3時に対する信頼感、これがめちゃくちゃいいなと。いやめちゃくちゃいいし、そうめっちゃフィギュア映えしそう。これ映えしそうっすね。そうメガワーコルとかになってそうパーツつけれるようにしてほしいですよね。そういうゾロがクソほど可愛いんだよね。戦いの後に寝るって言ったらさ、例えば幽遊白書とヒエみたいにさ、全力出し切った代わりに寝るとかさ、まあそれはワンピースでも同じで、ギアフォースや思いっきり戦った後はしばらくちょっと弱るみたいなルフィの描写もあるじゃないですか。それと同じようにゾロも本当に全力でやったからこそ、もう結構ね骨とかも折れてるっていうのもあるんで、だからこそサンジにちゃんと助けられてる部分が生きてると思って、すごいいい使い方をしてるなと思って。そうですね。そうだからサンジが今まであんまりねワノ国に入ってから活躍してなかったのも、ここからゾロをちゃんと守って、ここから多分暗躍していくんやと思うと、すっげえワクワクするか。そういう意味で僕はうずうずなんですよ。なるほど、かけてきましたか。はい、ありがとうございます。そう、本当今週は結構ね、もうほんまつなぎの回というか、可愛いみたいな回やったんで、すごいね、来週以降も楽しみなんですけど、その中でもすごい気になったポイント多いんですよね。ちなみにコエッキーさんが一番気になったところってどこなんですか？僕はね、おでんのそう公開日誌と今まで呼んでたよね。忍がやっとったからこうやってあそこもいいんだけど、今までおでんの公開日誌でしょ。ちゃうんよね今回。ちゃうかったっけ？気づきました？おでん万有記。そう、おでん万有記なんですよタイトル。実はよう見てんなそう実は公開日誌じゃなかったんですよね。だから万有記って、それこそ、いろんなところを旅した日記みたいな、いろんな国の文化とか風習とかっていうのを面白おかしく書き記したものみたいなイメージだと思うんで、まさにおでんにぴったりの言葉なんだけど、なぜ今までヤマトは公開日誌と言い続けてたんだろうと思ってるんだ。確かにね。そうだから俺すっげえ深掘りして考察すると、2冊あんのみたいな。なるほど。ラフテルマの生き方みたいなのが書いてある1冊目と万有記とちょっとちゃうのとかってちょっと一瞬思ったりしてて。なるほどね。ここに来てなんで万有記に変えたんやろ思って。これはもう八神ライト君がパチモンの日記を上に載せて下にデスノート隠したのと同じ話ですね。いやマジダミーみたいな。そうだからこれ万有記がダミーで公開にしてもちゃんと持ってる可能性があると。そう初めて結構大きめにこうやってね公開日誌だったものが出てたから表紙も見えてるんだけど、とはいえなんで万有記になったんだろうっていう。確かに。もしくはおでんがワノ国に出国するときに、公開日誌っていう言葉を知らなかったのかもしれないけどね、ちょっとね、もしかしたら、ね、なるほどね。そうだから万有記っていうワノ国的な言い方で残してて、表紙はそれだけど内容的には公開日誌だよっていうことなのかもしれないし。表紙詐欺的なね。そうそれはちょっと謎なんだけども、一冊だけとは別に言われてないと思うんだよ。だってワンピースだってルフィの冒険って今98冊あるわけや、コミックスにすると。その一冊で収まるわけがないとはなんとなく思ってんねんけどな。これぐらいの小ささで書いてる。細かなんで細
交通機系だってやりそうやけどなんか米粒に字書きますみたいな職人おるからそうやね。桃之助めっちゃちっちゃいなっていう点々点これ忍も見えへんみたいな全然見えへんなるほど。これ内容に関心いってるだけで見えないぞっていう老眼やから見えへんみたいな感じの忍の心境だ。いやもうこれちょっとさ、桃之助は知る権利があるというかお父さんのものだから、そうやね、忍お前ちょっと俺らよりも先に見んじゃねえ正体よと思うねんけど、そうね。そうでもレイリーが最後のことまで言わなかったよ。もちろんルフィがシャブンディショットでレイリーに最後のワンピースとか聞かなかったのもあんねんけど、ここで本当におでん様はラフテルの生き方とかワンピースについて書いてるんかがちょっと怖いんだよね。確かにね。そう笑ってたとかっていうそのロジャーの海賊団目線のことじゃないですか。だからそれどうなんだろうってどこまで書かれてるんだろうっていう。しかもこれちょっと渋いのがさ、はい、そのおでん万有記のね普通1ページ目からちゃんと見るやんか、真ん中ぐらい読んでんだよね桃之助が。確かにね。そう真ん中ぐらい読んでるのっていう。これもう俺らのジャンプの読み方と一緒やで。読みたい作品から読んでいくみたいな。いやまさにまさにそうでなんかそれにお父さんの字で書かれてるからね、例えばその桃之助が生まれたとロジャー海賊団のところに行った俺は時との間に桃之助を授かったみたいなのが書かれてるページらへんだったかもしれないと。でもいろんなことを想像するともっと笑顔になっててもおかしくないと思うんですよ。桃之助が父上の字でござるとか、父上と僕らのことが書いてあるでござるみたいな。でこれちょっと渋い顔してるってことは結構歴史的にヤバいというかとんでもないことを読んでいるっていうことの気がするんだよねこれ。もしくは桃之助の名前が実はみかん之助だったかもしれないみたいな衝撃の事実が発覚して、いやいや何それなんか325の名前つける時みたいなノリ。そうそう、よかったみかんじゃなくてみたいな、よかった暗黒丸じゃなくてみたいな。そういうノリかもしれないいやもっと大事なこと書いてほしいね。そうね、はい、ということで皆さんの一番気になるところはどこでしたか。もしよかったらコメント欄で教えてください。気になります。じゃあ今回もね1ページ目からちょっとストーリーをちょっと解説していこうと思うんですけども、第1012話渦ということで、はい、まあ多分これヤマトの渦でもう間違いないと思うんだけどな。はい、まず宝物殿2階から城内3階への連絡通路ということで、宝物殿はねそのドームの屋上から赤澤国男が飛ばされた場所になるんですけども、そこから2階から城内3階への向かってるっていうところなんでね、聞く腕は辛くないか、ここの兄弟の会話がめちゃくちゃ切なポイント。そう、伊豆大きくね。そう、しかもね、おきくも強いよね。ふふふ、侍に何を聞かれます。命燃え尽きるまでかゆみです。俺さ、手当てしてたっていう描写あったでしょ、トキー様みたいな謎のシルエットに。腕くっつけてもらったんかな思ってたんよ、拾ってきて。そうね。で、どうやらこの問いとこの描写見るから腕くっついてないよな、これ。そうね。ね、やっぱ焼いとったからね。もう本当に怖いよな。お兄様がいなくなった日も心がかゆかったかな。めちゃくちゃね、泣いてる描写やん、ここで。わーんって。でも侍に泣かないと。だから本当は泣いてんねんけど痛いんやんけどもうかゆみっていうふうに言うところがそう立派な侍。本当にウィットに富んだ返しをね。いやこれここで知性が出てるなと思いましたね。そうなるほど、知性ポイント。おい俺をからかう余裕があるならいい。黙って聞いたことは本当にすまなかったな。伊豆もし開国が叶ったならワノ国はどうなると思う。それは明日の朝もし生きていたら話そうか。カッパッパ難題だということで、なんともう夜明けが近いんです。いやよかったわこれ、ほんまにここで俺ここで戦いが終わったら結婚しようと思うんだとか言わなくて、ちょっと待って、死亡フラグの死ぬんかなってなるとこやから、何聞いとんねん川松っていうとこやったわ。カッパが何を言うとんねん今。いや川松ね幸せになってほしいけど、急にそんな展開ありえる？明日の朝までに決着がつくっていうのは、いい区切りですねこれね。そうですね。なんでこの1日ってもうここがもう完全に山場なんだろうね。1週間とかじゃないもんね。もはや全面戦争勝つか死ぬかって禁煙も必死です。至る所で戦力不足のはず。桃之助様を守るのは拙者一人で十分。お主ら他に散って助太刀赤鞘国はとかバラバラなんのねえチリチリになるのよくなくない？そう9つの鍵ほんまに落としたんじゃない？勘十郎は拙者に打たせてください次こそということで、お菊がこんな前に出てくるキャラと思ってなかった。そうね。最初ワンチャン敵のスパイ説あったやんか。だからちょっとなんかここに来てやっぱ残雪の菊之丞って言ってて、やっぱ勘十郎を仲間と思っちゃったがためにちょっと油断しちゃったというか、傷を浅い感じにしちゃったのかな。それやっぱ後悔してるのかな。まあね、でもそれに対して金右衛門が任せたとかじゃなくて何も言っていないっていう
いうのがまたちょっと気になるんですけどね。分かれほんまに。そうこれもしかしたら結局キクもまだ裏切るんちゃうんかみたいなね。そう内通者1人と思わしといて2人いましたみたいな展開だったら泣いちゃうよね。そうでカッパとイゾウたちはまた別舞台かなこれは。そうね。で猫たちともここでお別れするそうなるんだよね。ここでなんとシシリアンが出てくるんですよ。どしどし全力のシシリアンさん。全力のシシリアンさんね、はいちょっとバテてた様子だったけどそうちゃんと復活したんかな。そうまた全力出せるわこれで。いやいやもうほんと全力出してんだけどね。そうね。でこれペドロが死んだっていう風に聞かされてるのかな、猫が。そうなのよ。ビッグマムの縄張りにルフィ君たちが今ここへたどり着けたのは奴の犠牲のおかげだと。いやもう立派よね。やっぱこうなってまでペドロの名前が出てくるっていうのはやっぱ生きててほしい。そうやな。もうここまで来ると。でもその時のペドロの敵がこの島に来ててキャロットとワンダが怒りに任せて退治したから急いでシシリアン隊長に知らせてあることある。もうこれあれだよね。多分もうミンクでペロスペロをやっつけるフラグっすよね。多分ねそうね。まあさすがにちょっとペロスペロもねなんか調子に乗ってるからね。芝居足らんと。そう、やっぱ猫マムシとかその辺のやつにキャンって言わせてほしい。ねえ。猫だけに。まあ数論化がねできる夜のうちにね早くペロスペロと会ってほしいですね。そうですね。はいゴロニャーゴーってびっくりしたのが飛んでるって。これ何これ。うわ猫が飛んだってこれ何これ飛んでんのこれ。恐ろしい脚力で飛んでるのこれは。そういうことです。ね別に月報を使ってるわけじゃないよねこれね。違うと思います。すごいねこんなことできるんや。そうでそして場面変わりまして、はいヤマトがねメアリーズに気をつけて至る所に監視カメラがあるみたいなもんやから。桃之助君君と僕はセットで狙われてる。だから僕はおとりになると。でこれ君ねうずうず戦いたいうずうずが全然隠れてないでござるということで、この辺やっぱルフィと似てんだよなちょっとね。そうねうずうずの感じがね。いいのヤマト私たちは金様と連絡がついてるということで、これどっから持ってきたんやこのなんか雪だるまみたいなやつね。いつの間に作ったんやこれ。ヤマトほんと戦闘狂なんかな。親父が親父やからね戦いたいんちゃう。でしかもさ、親父と戦いたい感じすんじゃんこれ。する。桃之助君ルフィは無事。さっきと同じでござる。弱っておるが元気だ。しかし声が2つになった。これどういうこと？まあこれはねもう上で戦ってるルフィとカイドウの声しかないんやろなっていうことなんやろね。そうだね。今まで複数でローとかキッドがいたのが下に降りたから、減ったから2つになったということなんだと思うんですけど、もしかしたらねこの2つっていうのがねルフィの2つだったらおもろいな。まあ黒ひげに対してルフィとゾロが人格みたいのがルフィの中にもう一つ悪魔が宿っていて、その声に共鳴してるみたいな感じで。確かにね。そうそれを聞いて客観的に聞いてるんでヤマトが「刺し」って言ってんだよ。ここで刺し来ましたね。刺しでやるならカイドウだろうということで、カイドウの初登場のところから刺しっていう言葉は多分ここ引用されてると思うんですけど、こうおしゃれですね。急がなきゃ父の冒険の全てか。話はたくさん聞いたものだがこれ見たいわ万有記。そうですね。何書いてんだろうな。ね話はたくさん聞いても多分大多数が分かってなかったと思うし、いやちょっと知りたいわ。忍お前そこどいてくれほんまに。そして懸賞金3億3000万ベリーの黒足のサンジの討ち取りとか今度ねサンジが狙われてるんですけど、まあトラ君の言ったようにこれゾロを担ぎながらねやってるとこいいよね。最初何持ってるかわからんかったけどね。そう何やこれって。そしたらね大金が大金を背負ってるっていう今年一のパワーワード。そうカモがネギしょってんと同じやから。そうお前が邪魔なんだよマリモっていうことで、ちょっとまあ遡って数十分前、屋上からシャンブルズで降りてきたローたちなんですけども、空中に出ちゃったと。そうだよね。それを運よくサンジが拾ってくれたという感じなんですけども、ゼウスこの後気になれへん？気になる。どこ今助けに行くようで多分今行ってもしばかれそうだけどな。あんたはもううちの子じゃないよみたいな。ヘラも怒るしね。ゼウスお前ナミさんはということでサンジはまだねしもべっていうか下僕の扱いやと思ってると思うから逃げちゃうゼウスが今後どうなるのかっていうのが本当に謎だよね。そうやね。で久しぶりにやっぱサンジとゾロがゆっくり会話してんのがファンポイント高くないですか？いやそうなんよ。お前がこんなに傷つくほどの相手っていうのがあって、まずサンジがねゾロの強さを認めてるこの言葉も素敵だし、もう短い言葉でカイドウとビッグマム、納得。久しぶりにこんななんか会話してんのね。よく屋上まで行けたな。これもだから迷子だと思うから実力的ということよりも迷子やからよく上に行けたなっていうことだと。ルフィは無事なんだろうな。この次のゾロのセリフしびれる。何かを掴んだみてえだ。あいつが勝つ。はいもう確定。そうめちゃくちゃいいよ。これいいよね。分かってらそんなことって信じられてる感じいいね。いいよ。それよりお前をどっかに置いていきてんだがもうそれ寝てるって。そうね。これめちゃくちゃ面白いよほんまに。そうなんよね。
でサンジとゾロたちはライブフロアに行くんかな、チョッパーたちと合流するっていう感じかな。ねでドーフロはお前かおこぼれ蝶を焼いたのっていう、そう衝撃ビッグマムがね、ページ1を一発でノックダウンしたんですけども、まあさすがね、もうピクピクしてんすよページ1が。そういやもう普通に4コの本気の攻撃やったらページ1の飛び6歩ぐらいではもうこうなるよね。大看板のクイーンって無理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 って言ってたやんか、強くない？なんかページ1ってずっとこんな感じやね。でちょっとかませっぽいやんか、でそれに対してウルティがね、まあ兄弟なんで激高してビッグマムに襲いかかるだけでもすごいよねこれね。気合入ってるわ。ここでね小町千代がなんとウルズガンでやられちゃうんですけどね。これどう思います？もうこれウルズガン撃つ前に小町千代に対して動くなみたいなことをやっぱ言うとったから、なんか久々にこの黒の技みたいなね、危険さを覚えましたけどね。そうだね、宿地的なね。そうだから自分でも速すぎてコントロール効かへんのかなみたいな、でも威力はエグいでみたいな。そういやでも本気のウルズガンめっちゃ強いな。強い。もう頭突きも怖いねんけど生えてる角刺さってへんがすげえ心配なの俺。シャークオンダーツみたいな。そういや刺さってるやろこれ絶対に。刺さってますねこれは。今そっからねウルティがちょっとページ1のことで感情的になってたとはいえお玉をバチンってしばくんですよ。そうだよね。それに対してナミがめちゃくちゃ怒るんですよ。そうお玉に何すんだよっていうことなんだけど、俺これ不自然だなと思って。今までその雷じゃ足りなかったみたいなことを言ってて威力がね、なんでここだったらちゃんと効いてるんやろ。怒りで力が増すみたいな。いやそう思っちゃった時に、ナミの目見てよ。これもしかしてあの目ですか？あのミホークとか？そうイム様とか。そういや知らんけど。それはすごいけどな。いやなかなかナミのこんな顔見ないやんか。まあね。その女ここでぶちのめすって言ってるのはまさに普段はオロって言ってる日村謙信が抜刀斎になる時と同じ感じすんのよね。確かにね。そうじゃあ動物だって本気になったら目変わったりするって書いてあったよ前も。それと同じ感じになってるからナミもしかしたらここで何か覚醒仕掛けてんのかな思って。ここからエンペラータイムが始まっちゃう。エンペラータイムが、そうだからこんだけの威力が増してんのかな。なるほどね。ゼウスがね近くにいたわけでもないけど、すげえ強いやん。確かにね。ねもしかしたらなんかヘラとかを利用したんかもしれんけどね。どこにおった？いやこの辺についてきてるやろ多分マンマの近くに。嘘でしょ。あいつはみたいな感じでヘラ使ってるみたいな。ということで細かく見たら考察ポイントって多分あるかもしれないけど、僕はあんま気づけなかったね。そうですね。気になることはあったんだけど、まあその次のためにつながる今回の豪華なって感じですね。次は別に救済じゃないので、ナビが本当にどこまで強いのかっていうことと、ヤマトが本当に親父倒すのかっていうことと、ね、みんなの戦況がこの後気になるところでございますね。っていうかね、この女3人集まってしばき合い出しましたけど、この後どうやってビッグマムから脱出すんねんと思いますけどね。どうやって収集するんやろうな。ねえ、本当に足の小町をもいなくなるそうなんで。じゃあ本当にお小町いなかったら結構ね、そのきびだんごをどんどんやってるのもちょっとどうなんだろうっていう作戦に支障は出るんじゃないかと思うし、ねえ、で当分何週にもわたって出てないけど CP0 も結局どうなってんのっていうのがあるしね。確かにな。ねえ、まだずっとあそこにおんのかな。僕が思うのは小町は多分ソドムとゴモラ以来のなんで生きとったんや動物みたいな感じで、また最後になってあ生きててよかったねってなるとは思うんやけど、友達やから死んでほしくなるな。そう。はい、というわけで今週のジャンプワンピースはいかがでしたでしょうか。僕たち月曜日ワンピースが掲載されている時はレビューをやっておりますので、もしよかったらチャンネル登録してくださいませ。ワンピース面白かったねって人は高評価もお願いします。皆さんの感想考察ポイントもぜひコメントに書いてください。ちょっとね僕たちだけでは気づきが少なかったんで、明日はワンピースマニアナレッジキングファイナリストののすけさんをゲストに迎えまして、今回のね1012話を深掘りしていこうと思っておりますので、よろしくお願いします。それでは See you。小屋ちゃんクルーに春一番、楽しみいっぱい、動画全開、クルーのみんなで盛り上げて Twitter、LINE アット、LINE ライブも始めたよ。フォローしてね。お風呂の前は小屋キーチャンネル。